横綱豊昇龍、露払い豪ノ山、太刀持ち平戸海、行司は式守伊之助であります。がありまして、その時は翔猿が中に入って寄り倒しで勝っています。行司木村朝之助、待ったなしを告げました。3月場所12日目、幕内の取組が始まっていきます。張っていきました翔猿ですが、前に出るのは武富士、引いてしまった翔猿、そこについていきます。武富士が落ちずに前に前とを進めていきました。ちょっと翔猿が戻るのに時間がかかりました。首がちょっとなんかどっか悪いんですかね。なんか出す力士じゃないんですよね。そうですよね。もともとこういう引きあんましないんですけど、回り込んでみたいな相撲を取るんですけど、今日結構まともすぎますね。ですから決して悪い成績ではないんですが、さあそして琴恵光のこの四股、琴恵光も去年の名古屋場所の新入幕は6勝9敗と跳ね返されましたが、その時以上に何か足が上がっているような今場所です。今場所は非常に琴恵光らしい、がっぷりになるとやっぱり朝乃山の方が有利なので、2本入りに行ったりとかするんじゃないですかね。もろ差し狙い。もろ差し狙いで。さあどうか。前回しが早い。右四つ、上手を引いて十分朝乃山寄り切りました。朝乃山勝ち越し、先場所に続いての幕内に復帰して2場所連続の勝ち越しです。琴恵光は7勝5敗、勝ち越しが明日以降ということになりました。いやー、朝乃山の左が早かったですね。早かったですね。はい、かち上げ気味にはいってるんですけど、かち上げてもろ差しに乗りたいわけでもちょっとそうですね、負けたくないという気持ちはやっぱりありましたか。かなりありましたね。でも怪我して、戻ってきた時にはもう勝てなかったですね。妙義龍が怪我をして、新十両の場所に怪我をして3段目まで落ちるんですけど、そこから戻ってきたらもう全然相撲が変わって勝てなかったです。そうですか。さあ新入幕の藤両がここまで6勝5敗と白星を1つ先行させています。もう一人の藤青雲は8勝3敗、すでに勝ち越しを決めました。押し相撲が持ち味の藤両がはず残す欧勝海、
踏んで欧勝海ですが、欧勝海もろ差しを狙います。重たい腰の藤亮馬、まわしを引いても相撲は取れなくはありません。藤亮馬、両回しで攻めようというのが左側の欧勝海。重たい藤亮が外掛け、見事に刈り倒しました。外掛け欧勝海、勝って3勝目。今場所は膝あるいは足首に痛みがあるのか、もう一つ欧勝海はらしい相撲が取れていませんでしたが、一方こちら新入幕藤亮がは敗れて6勝6敗と星が変わります。欧勝海の方がですね、分がいいですもんね。最後はこの外掛けが見事に決まりました。欧勝海は佐田の富士さん、先場所は10勝5敗と大勝ちして大活躍だったんですが、はい、ちょっと今場所はね、そうですね、はい、ちょっとやりづらかったですね。ちょっと変則的な立ち合いをしたりしますからね。そうですね、はい、こちらがその千代翔馬、四つで言えば左四つ、一方の狼雅の方は右四つという型があります。この両者は過去幕内では2対2です。今日は千代翔馬はどんな立ち合いか。まともにいきました。前回し取れない狼雅、そこを出ました。押し出し千代翔馬7勝目、勝ち越しまであと1番です。狼雅は得意の左前回しに手がかかりませんでした。結構まともにいきますね。千代翔馬でしょ、はい、そうですよね。佐田の富士としては立ち合いからちょっと嫌だなと。いや、自分がやってた頃って立ち合いどう来るか分からなかったんで、7勝 8敗という成績が3場所続いています。番付がじりっと下がってきて西の15枚目、下に2枚しかない中で現在5勝6敗、ここから大事になっていきます。対する時疾風も5勝6敗。このところ時疾風が対御嶽海戦は3連勝中です。中に入る相撲の時疾風、差し争いになっています。一気に出ました。これが御嶽海の攻めです。今日は差し勝ちました。その3連勝中は時疾風の方がどんどん差し勝っていい形で攻めてたんですが、今日は御嶽海が制しました。体もありますし、はい、で御嶽海が左差してすぐ相手を起こしに行ってますからね。そうですね、はい、ああなるとやっぱ体も小さい、はい、過去は5対2と玉鷲がリードしています。5勝6敗の錦富士ですので、幕内残留に向けてここから大切になっていくわけですが、この両者の対戦は去年の初場所以来の顔合わせです。押して出るのは玉鷲です。うまく回り込みました錦富士、得意の左四つ突き落とし、錦富士の勝ち。玉鷲攻めに攻めました。相撲は玉鷲でしたが、最後うまく回り込んで錦富士です。これで6勝6敗としました。皆さんからどんどんいろんなメッセージとかそういうメッセージがたくさん来てます。相撲は玉鷲がね、そうですね、攻めに攻めたんですが、この年ですごいですね、あんな攻めれるんですね。今来ました、玉ちゃん。応援し続けるつもりです。お互いに頑張りましょう。ようそこのわけの好きですね。鼓舞するという点では。
そうですね、頑張ろうと思えるような歌ですね。はあ、裏そうですか。竹原ピストル、要朝紅龍はその隣の四条畷市、ともに北河内の出身ですが、対戦するのはこれが初めて。おそらく朝紅龍としては楽しみにしていた今日の一番だと思います。行司は金田より変わりました。手をついてのは裏です。手を下ろして踏み込んでいったのは朝紅龍です。このまま足が出てしまいました。裏足が出ました。朝紅龍の勝ち。初めての対戦、朝紅龍が裏を破りました。何か朝紅龍の方が気合が入っています。おそらく今日のこの裏戦を楽しみにしたんじゃないでしょうか。朝紅龍です。勝ち越し、そして勝ち越しと今出ましたが、勝ち越しということになります。相撲は佐田の富士さんどうだったでしょう。朝紅龍よく考えて取ってますよね。相手に中に入れたくないんで、その時にさせてるといいんですが、させないと棒立ちというね。そうですね、押されてるとそのまま下がっちゃうみたいな、で引いてしまうっていうのが出ちゃうんで。ちなみに一昨日は今場所好調の琴勝峰を寄り倒しで破って、琴勝峰が1敗から2敗に後退したという場面もありましたが、今日は正代覗かせた。しかし左の下手を引いた、上手も引いた、両回し、逆の四つですが両回し寄り切りました。朝白龍が勝ち越し、2場所続けての勝ち越しということになりました。朝白龍、正代は勝ち越しは明日以降に日延べです。左四つにはなりましたけれども、両回しを引いて引きつけて朝白龍勝ち。佐田の富士さん、朝白龍って回し人力強いんでしょうね。そうですね、回し引いてからもうすぐ進めてますもんね。ここですね、逆の左四つなんですが構わずに上手も引いて、左四つでも相撲はこの藤青雲と先ほど、今日は敗れてしまいましたが藤井亮がまだ曲げがえがなかった藤井亮が、この2人が、佐田の富士さんとそれから妙義龍の振り分け親方以来同部屋同時新入幕というのを果たしたこの3月場所。さあ土俵上制限時間いっぱいになりました。獅子に欧勝馬です。ちょっと引いた欧勝馬、互いに前傾を持ち味にしています。ここからとったり気味に小手投げ、それを抜いた獅子。獅子が最後まで前傾は崩しませんでした。押し出し獅子勝って6勝6敗、星を五分。欧勝馬は残念ながら今場所の負け越しが決まりました。押し出しです。互いに一つ前傾というのが持ち味なんですが、どうだったでしょう。まだ獅子の方が状態低いですよね。で常に前に攻めてますし、ここちょっと危なかったですけど、ちょっと安易に差してしまったんで、ここすっとうまく抜きましたね。そうですね。でその後も今度、どんどん前に出てるんで、過去は2回対戦があっていずれも金峰山が勝っています。金峰山が突き起こして最終的には白の富士の状態を上げてしまいます。今場所踏ん張れない中でそうした突きが来て西の7枚3月場所12日目、幕内前半戦最後の取り組みです。
このもろ手、ちょっといなして上手を取りに行きました金峰山。右の階段も入りました。下がるとやはり踏ん張れない白の富士。土俵を割った後、足元をまた少し気にしました。やはり万全ではない中で、今日も白の富士らしい相撲がもう一つ取ることが、捕まえに行ったんですかね。それあるかもしれませんね。そうですね。四つでも相撲がもちろん取れる金峰山です。何やってました。隆の勝も勢いに乗って一気に行くかと思いましたが、そうですね、前半結構、いい相撲取ってましたよね。取ってましたよね。今場所から湊川部屋所属の隆の勝、元大関貴景勝の湊川親方が部屋を継承しました。さあ新鋭新入幕藤青雲が実力者に挑んでいきます。先手を取ったのは隆の勝、叩き込み、ちょっと足が流れました。この辺りは隆の勝の方が落ち着いてさばきました。藤青雲は3敗から4敗に後退。隆の勝が勝ち越しを決めました。勝ち越し。藤青雲から見てどうだったんでしょうか。やっぱちょっと立ち合いで起こされたんで、嫌だったんじゃないですかね。隆の勝、手が伸びてますし、で上体低くしようとしたところうまく引かれてますからね。この中で霧島、豊昇龍、琴勝峰とそれぞれ優勝経験を持っています。豪ノ山はまだ優勝経験はありませんが、押し相撲が勢いに乗っています。さあこの4人の中から誰が最後は支配を抱くんでしょうか。制限時間がいっぱいになりました。過去は2回とも右側の美ノ海が勝っています。中に入ったもろ差し、藤野川もろ差し寄り切りました。藤野川の勝ち。お見事6勝6敗、星を五分に戻しました。もうすでに役力士との対戦が全て終わっています。今場所は3日目4日目と大野里、豊昇龍、横綱を相次いで破って金星も獲得しています。このまま勝ち越しますと当然三賞の候補ということにもなっています。で展開によっては新三役の可能性が、可能性もありますね。ゼロではないというね。これで6勝6敗、東の2枚目です。スパーンと入りましたね。そうですね。なかなか美ノ海はこんなに簡単に2本入られることってないんですけど、押している若隆景関と対戦したいんだと。で今佐野さん言ったように過去は3対1。押していなして、そしてまわしも引いてという、懐の深さも生かしながら過去はしぶとい若隆景を破るという一山本の相撲があります。行司館内ように変わっています。ちょっと引いたところうまく引いて中に入りました若隆景。これは若隆景です。もろ差しになりました。寄り切り。今場所は若隆景が一山本を破りました。7勝目を挙げたのは若隆景、一山本は6勝6敗と星が変わります。懸賞金に出るじゃないですか、あの封筒ってその人しかもらえないわけじゃないですか。そうですよね。そうですよね。だから押してるから絶対欲しいんじゃないですか。確かに名前が、ぜひ勝って懸賞金を取りたいんだっていう、そんなことも話してます。それほど押してるんです。西の5枚目、去年の名古屋場所に続いての平幕優勝、それから新三役というのも視野に入れてのここからの終盤戦です。今場所は何がいいですか、今年は。今場所、動きもいいですし、そうですね、優勝した後の時の相撲より全然また自分らしい相撲が取れてるんじゃないですかね。去年の名古屋よりも今場所の方がその後の
そうですね、その後2場所負け越し続きましたからね、あの後ちょっとなんか動き悪かったんで、はいでも優勝した時のような感じのですね、ちゃんと体が動いてるような感じがするんで、昨日の青錦戦あたりも圧力もあったし体がよく動いてという形になりました、一方こちらは5勝6敗という吉野富士、過去は1対1というこの両者の対戦です。今日は突っ張ってからの両者、この辺りです。突き落とし、琴勝峰2敗を守りました。10勝2敗、2桁に乗せました。吉野富士は西の筆頭、新三役を目指しているこの場所、5勝7敗と勝ち越しに向けて非常に厳しくなってきています。琴勝峰2敗を守りました。決まり手はたき込みです。どうだったでしょうか。なんかなんていうかな、琴勝峰の攻めはなんかどんどん今日の相撲はですね、あんまり無理して出ていってはないですよね、足前にあんまり出してないですし、なるほど、よく見ながらちょっと距離取ってるような感じがあったし、これはどういう意図だったんですかね、琴勝峰。きついですね、9日目から土俵に戻ってからは2勝1敗、確かに本人が言うように左右の動き、阿炎らしい立ち合いの当たり、そしてその後のいなし、回り込み見られるようになりました。この両者は土俵を離れると非常に仲が良く、過去は11対6と阿炎がリードしています。手をついて、手をついて、いなした。こうなるとちょっと今場所の若元春は踏ん張れません。立ち合い当たってから注文をつけました阿炎。若元春はこれで2勝10敗、先場所三役小結に返り咲いて8勝7敗勝ち越したんですが、これで来場所はまた平幕ということになります。阿炎は今負け越しがもうすでに決まっている成績なんですが、これで土俵に復帰してから3勝1敗としています。やっぱり、若元春は踏ん張れないですね、足が悪いんで。特に熱海富士も今この体重でも十分に自分の相撲が取れるんだというふうに話していました。対する王鵬も大型力士、178キロあります王鵬。熱海富士23歳、王鵬は2月14日が誕生日で26歳になりました。勝ち越しをかける新三役熱海富士です。静岡からは実に96年ぶりの三役力士の誕生でした。前に出るのは熱海富士ですが、肩透かし、王鵬の勝ち。押し上げられて逆に前に押し返そうというところでした。この辺りは冷静に王鵬です。勝ちペンいきますか、お願いします。熱海富士今日の勝ち越しはなりません。7勝5敗です。もう少し立ち合いいけてたらなと思いますね。ですから王鵬の方が立ち合いで勝ってた分っていうことですね。そうですね。相手を起こしてるんで、立ち合いで王鵬がすぐ引きに来た、肩透かしに行ったみたいな感じなんですけど、あれ状態がもう立ち合いから攻めてれば、ここまで多分熱海富士は低くならなかった。もともと体がもっと小さかったんで、そうでしたよね、細身で、だからもう結構稽古をいっぱいしてましたね。一方高安はこのところ4連敗で6勝5敗、1敗で並んで今場所こそはという期待もかかったんですが、この4連敗で優勝争いからは大きく後退してしまいました。過去は6対3と高安がリードしています。勝ち取りに行った
高安ですが、中に入りました平戸海、もろ差し寄り切りました。平戸海の勝ち。高安はこの後半元気がありません。これで5連敗ということになりました。痛めてるんですかね、なんか高安という力士は時々腰に痛みが出たり足にしびれが出たり、平戸海ですが立ち合いから勝りましたね。そうですね、はい、立ち合いもしっかり低く当たれてますし、はい、当たった後すぐ刺してですね、2本刺して物差しになって前に攻めてますんで、はい、やっぱこう体も小さいんで中にしっかり入らないとですね、はい、なかなか攻めれないと思うので、今日の相撲良かったですね。はい、佐田の富士さんは長崎横綱としての初の賜杯に向けてもう負けられない直接対決、霧島を引きずり下ろさなくてはいけません。霧島にとっては今日勝ちますと優勝に向けて大きく前進していきます。霧島の場合でもあれもじゃないですか、もし優勝したら大関も出る可能性もありますよね。そういう声は出るでしょうね。さあ制限時間がいっぱいになった土俵上、青錦と大栄翔です。この両者の対戦は2対1と大栄翔が前傾許さず突き起こしてリードしてるんですが、ただ先場所はそれを跳ねのけてもろ差しになった青錦が勝っています。前傾保てるか、今日は畑に落ちないが、土俵下に陥落して青錦7敗目、厳しい7敗目を喫しました。あるいはどこか痛めてるのかもしれませんが、青錦らしい相撲が今場所は全然見られません。前半は今日も立ち合いとかいいんですよ、この辺もまだ前傾姿勢保ってるんでいいんですけど、ここで一回起きた後、もう絶対ここから昔だったら踏ん張ってまた前傾姿勢になるんですけど、踏ん張れないですもんね、もう起きてしまって。畑に落ちないあたりは青錦だなと思うんですけど、その後ですよね。そうですね、ここですね、昔ここまで起きることがなかったと思うんで、あんなのけぞる青錦っていうのはなかなか見ませんでしたけどね。地元大阪、声援も大きい豪ノ山、先に塩をまいて入場してきました。霧島と豊昇龍が見上げる土俵です。今日12日目、この3月場所優勝に関わる大きな取り組み2番。前に出ていくのは豪ノ山、回り込む大関、今度は琴櫻が押し返す、押し出しました琴櫻の勝ち。豪ノ山は3敗です。この表情、豪ノ山9勝3敗、優勝争いからは一歩後退ということになります。それを見届けた1敗の霧島、2敗の豊昇龍。豪ノ山は敗れて3敗、9勝3敗と星が変わりました。大関琴櫻、勝ち越しを決めました。この場所前だけではなくて常に出稽古に出かけて、手の内を知り尽くしている琴櫻というところだったかもしれませんね。そうですね、でもこの2日間豪ノ山連敗してます。横綱としての賜杯が欲しい豊昇龍。懐の深さは霧島、投げの強さは豊昇龍。ちょうど向正面では霧島の現師匠の
横綱鶴竜音羽山親方が見上げています。さあここで制限時間いっぱいです。霧島勝って優勝に大きく前進するか、豊昇龍勝って2敗で並ぶか。大詰めの3月場所、優勝争いに大きく関わる今日のこの一番です。すぐに上手を引きました霧島、投げに行く、そして頭をつける、今度は攻めるのは横綱だ。投げの打ち合い、上手投げ、霧島の勝ち。勝ったのは霧島、優勝に向けて大きく一歩前進しました。豊昇龍は3敗、この霧島と星の差が2つつきました。短い時間に攻防がありました。投げの強さは豊昇龍とご紹介しましたが、今日は霧島が上手投げ、豊昇龍を転がして優勝争い大きく前進です。首をひねりました豊昇龍。途中もすごかったですね、やっぱ調子いいから自信があったんですかね。この上手をもう取ってました。もう取ってすぐ投げに行ってますよね。ただここは豊昇龍が残して、豊昇龍も攻め返すんですけど、この上手投げが強かったですね。強かったですね。豊昇龍が上手を探ったんですが、取られる前に開いて投げに行きましたよね。そうですね。確かにもうすぐに投げに行きましたね、霧島は。ちょっと最初の投げの時は呼び込んだかなとは思ったんですけど、でもこの最後の投げが本当に力強かったですね。力強い投げでした。これで霧島が11勝1敗、単独トップ変わりません。で豊昇龍は3敗になりまして、現段階で10勝2敗、星の差1つで追いかけているのは琴勝峰ただ一人という展開になりました。で霧島と琴勝峰はまだ今場所対戦がありません。霧島は明日は王鵬と対戦が組まれているんですが、両大関との対戦も残していて、審判部がこの割をどう考えるかというところです。そういえば冒頭の頃に佐田の富士さんは、優勝ラインは2敗というふうにおっしゃいましたけど、ということで言うと3敗の豊昇龍と豪ノ山はちょっと厳しいということですね。いや、もっと厳しいんじゃないですか。霧島が調子いいんで、ここからあと2敗するとは考えられないと思うので、そうすると霧島とそれから琴勝峰にちょっと絞られてきたのかなというところですね。そうですね。注目の結び、霧島豊昇龍。